GATX-102 デュエルガンダムの系譜。新型機動兵器モビルスーツに対して脅威を感じた地球連合大西洋連邦は、中立の立場を謳う欧部出張国内の国営企業モルゲンレーテ社に技術協力を要請。これを受諾したモルゲンレーテ社と大西洋連邦は、資源コロニーヘリオポリス内でモビルスーツ開発計画、通称 G 兵器開発計画を秘密裏に進行させる。初期に開発された5機の GATX シリーズのうち G 計画の基本ともいえる機体となったのが GATX-102 デュエルであり、デュエルの基本フレームは GATX-103 バスター、GATX-105 ストライク、そして後に開発される量産機にも採用されることになる。血のバレンタイン以降投入されたニュートロンジャマーの影響により、精密誘導兵器の使用が不可能となったことで、戦争体系はモビルスーツによる白兵戦や近距離戦を主体とする時代に突入しており、人体の機能、動きをモビルスーツレベルで再現することに重きを置いたデュエルガンダムは、シンプルな機体構造でありながら総合性能の高い機体として完成。物理攻撃を理論上無効化できるフェイズシフト装甲の採用、X100 系フレームの導入、低電力高出力ジェネレーターの搭載、ツインアイ方式のメインカメラと V 字型アンテナを備えた頭部形状など、コズミックイラにおけるガンダムの原型機とされ、地球連合ザフト両軍において後に開発されるモビルスーツ軍へと大きな影響を与える機体となる。 GATX-102 デュエルガンダムアサルトシュラウド。コズミックイラ71、1月25日、資源衛星コロニーヘリオポリスにてザフト軍のクルーゼ隊による G 兵器強奪事件が発生。開発された5機の GATX シリーズのうち、デュエル、バスター、イージス、ブリッツの強奪に成功したクルーゼ隊は、残りの X ナンバー、ストライクと強襲機動特装艦アークエンジェルを追撃するため、強奪した4機のガンダムを実戦に投入。その中でも、デュエルガンダムは、イザークジュールの機体として運用され、ストライクとの戦闘で受けた損傷を契機に、ザフトが開発したジニやシグーなどの第1世代モビルスーツ用強化パーツ、アサルトシュラウドの創設と改修が行われる。こうして地球連合軍製のモビルスーツとザフトの開発した強化パーツが融合し、完成した機体がデュエルガンダムアサルトシュラウドである。アサルトシュラウドは火力と機動力の向上を目的に開発された強化パーツであり、主に致命的なダメージを負いやすい胴体部を中心に構成され、フェイズシフト装甲の機能は有していないものの、高い防御力と両肩部に搭載された追加兵装、背部と脚部に装着された高出力スラッシャーによって、第一次連合プラント対戦序盤から終盤にかけて戦い抜く性能を獲得している。アサルトシュラウドの武装、57mm 高エネルギービームライフル。戦艦クラスのビーム砲を小型化した 57mm 口径のモビルスーツ用ビーム兵器であり、 GATX シリーズの標準装備となる。デュエルの装備には副兵装として 175mm グレネードランチャーが内蔵されている。対ビームシールド、通常戦闘時における防御用装備であり、装甲表面には対ビーム用の特殊コーティングが施され、その防御力を向上させている。 115mm レールガンシバ。右肩部に装備されたレールガンであり、一番の特徴はその連射性にある。実弾を電磁力で射出し、連射も可能となるため、対モビルスーツに関しては絶大な威力を誇る装備となっている。220mm 系5連装ミサイルポッド。左肩部に装備されているミサイルポッドであり、複数の敵を迎撃する際にその威力を発揮。前述の 115mm レールガンシバとの同時攻撃によって様々な戦況を打破していた。この他にも頭部に装備された 75mm 対空自動バルカン砲塔システムイーゲルシュテルン、デュエル専用のオプション武装、デュエルバズーカとも呼ばれるゲイボルグなどが用意されていた。 GAT-01D ロングダガー。第一次連合プラント対戦時に GATX-105 ストライクのデータをもとに開発され、地球連合軍の中核を担ったストライクの簡易量産型 GAT-01 ストライクダガーは、性能面の低さや能力不足という問題点を抱えていた。そこで戦力拡大を目的に戦闘用コーディネーターソキュースやブーステッドマンの登場を前提としたストライクダガーの強化発展型モビルスーツとなるロングダガーの開発が進行。ベースにはデュエルガンダムが選定され、デュエルの高い汎用性と機動性の追求というコンセプトを継承し、
OS には前述の身体能力に優れたソキュースやブーステッドマン用に調整されたものが搭載されたため、高い運動性能を獲得している。さらにストライクダガーとの 50% 以上の部品共有率を実現したことにより、生産性と互換性に優れた機体として完成。武装は頭部に搭載されたイーゲルシュテルンデュエルと同系列の 57mm ビームライフル、両腰部に2機装備された ES-01 ビームサーベル対ビームシールドを装備。複合増加装備フォルテストラ、デュエルガンダムアサルトシュラウドとストライクの光線データを入手した地球連合軍は、その戦闘能力に着目し、武装、装甲、推進機を一体化させた複合増加装備フォルテストラを開発。強いドレスの意味を持つフォルテストラを装備したロングダガーは、右肩部にリニア加速式実体弾砲 115mm リニアキャノン砲、左肩部には多連装誘導弾ポッド8連装ミサイルポッドを追加装備し、アサルトシュラウドに近しい運用形態であるが、装甲面ではより堅牢な重装効果が施され、フォルテストラをパージした際には目くらまし用の閃光を放つ機能を有している。パーソナルバリエーション機として地球連合軍のコーディネータージャン・キャリー専用機となる白い塗装が施されたロングダガーも存在し、フォルテストラを装備したこの機体はコズミックイラ715月25日パナマ攻略戦にてイザークの乗るデュエルガンダムアサルトシュラウドと交戦し、互角に渡り合っている。 GAT-01D1 デュエルダガー。前述のロングダガーは本来デュエルダガーと名付けられるはずであったが、ザフトに奪取されたデュエルの名を使用することは軍部が難色を示したため、ロングダガーという名が与えられることになる。しかしこのロングダガーに採用されていたコーディネーター用の OS をナチュラル用の OS に変更した機体も開発され、性能面においても原型機を維持した改修が施され、完成した機体が GAT-01D1 デュエルダガーである。ブルーとグレーを基調とするカラーリングにフォルテストラを装備した状態が通常形態となり、重装甲による機体重量の増加を高水力スラッサーによって補い、平均以上の機動性の確保に成功している。デュエルダガーの開発が進められたことでロングダガーの開発は中止となり、このデュエルダガーの開発データは後述する GATX1022 ブルデュエルの開発に影響を与えたと言われている。 GATX1022 ブルデュエル、地球連合軍第81独立機動軍ファントムペインで運用されていた GATX102 デュエルのカスタム機。再製造されたデュエルを基本としてファントムペイン要請のもと、アクタヨンインダストリーズ社を中心とした複数企業の技術協力により進められたエースパイロット用モビルスーツ製造計画、通称アクタヨンプロジェクトによって誕生した機体である。ファントムペインは秘密結社ロゴスに所属する非正規特殊部隊であり、地球連合軍内においてロゴスが直接介入、その意思を反映させるため設立した独立部隊ともいえる。さらにロゴスによる莫大な資金が出資されるため、アクタイオンプロジェクトのような最新鋭のモビルスーツ開発を可能にしている。そのうちの1機がブルデュエルであり、ストライクノワールや GATX103AP ベルデバスターとの同時運用または連携を想定された上で開発されている。機体名称のブルとはイタリア語で青を意味し、本機の最大の特徴は複合増加装備フォルテストラを採用したことであり、ロングダガー、デュエルダガー用の装備を再設計したものとなっている。ブルデュエルに採用されたフォルテストラは構造的にはアサルトシュラウドと同様の機能を果たしているが、一番の相違点は本体と直結しているためパージはできないものの、バリアブルフェイズシフト走行の効果が反映されているところといえる。武装面でも大幅な増強が行われ、後述する武装に加え機体重量の増加に伴いバックパックやスラッサー類の強化が施されることになった。ブルデュエルの武装 M2M5 トーデスシュレッケン 12.5mm 自動近接防御火器。口径は 75mm 対空自動バルカン砲塔システムイーゲルシュテルンよりも格段に縮小され、対空迎撃というよりは対人対車両攻撃などに使用され、弾数を重視した武装となっている。 MK315 スティレット投擲分身対装交換入弾。左肩部に搭載されている投擲用の単剣型爆弾。コンバットナイフとしての使用も可能であり、投擲する場合はロケット補助推進システムによって標的に向かって飛翔し、装甲を貫通後内部で爆発を起こしダメージを与える。
M443 スコルピオン機動レールガン。右腕に装備された対ビームシールドの内側にマウントされている旋回式レンジレールガン。小型のレールガンだが方向を自在に変更できるとともに連射性も優れているため使い勝手の良い仕様になっている。 M7G2 リトラクタブルビームガン。全長の短いビームハンドガン。高い連射性と近接戦闘での取り回しに優れ、乱戦において多数の敵機に対応できるなど即座に目標を制圧できる強みを持つ。 ES-05A ビームサーベル。本来は肩部に内蔵されていたがスラスター類の強化が施されたため脚部装備となっている。 LRGATX102 霊言デュエル。ライブラリアンという謎の組織がデュエルガンダムの強化再設計機として独自に開発し完成に至った機体が霊言デュエルである。汎用性の高いデュエルのコンセプトに加え戦況に応じて装備を選択できるというコンセプトを取り入れたことによって短期での戦闘能力向上とオプション装備による柔軟な運用を実現させている。この柔軟な運用能力はストライクに採用されたストライカーパックシステムを導入したことによって実現しており、霊言デュエルは新規に開発されたバズーカストライカーを背部に装備し、肩部スラスターの増設と胸部に位置するコクピットを中心に装甲が強化されている。このバズーカストライカーはランチャーストライカーパックをベースに設計されており、1機の可動式アームで武装を牽化するというシンプルな構造ではあるものの、武器庫としての機能も有し、標準装備のゲイボルグ以外にも 320mm 高インパルス砲アグニの装備も可能だったと言われている。さらに背部から肩部へ瞬時に武装を展開可能となるため、両腕部で武装を保持しつつ即座にバズーカを放射できるなど速射性にも優れている。デュエルのアサルトシュラウドとは異なり、ストライカーパックシステムを採用した本機は戦況に応じて不要になった武装を次々にパージできる仕様のため、余分なウェイトを持たずに戦闘を継続することが可能になっている。最大の特徴はプロモビルスーツパイロットでありモビルスーツマニアでもあるカイト・マディガンの主義によって完装された頭部で、 GZ 型と呼ばれるこの頭部はゼータ系のものが採用されており、出どころといった詳細は不明とされている。武装はアサルトシュラウドの 115mm レールガンシバを携行式並装に改良した 115mm レールライフルルドラ、バズーカストライカーによって背部に牽化された 350mm レールバズーカゲイボルグ、 175mm グレネードランチャー装備式の 57mm 高エネルギービームライフル、2アーマーに搭載された2機の近接格闘用兵装 ES-01 ビームサーベル、頭部にはイーゲルシュテルン、さらには腕部に対ビームシールドを装備している。なお型式番号の LR はライブラリアン霊言の略称で、霊言とはドイツ語で雨を意味している。 GATX102 デュエルガンダム大気圏用装備。この機体はザフト軍が開発した新型フライトユニットジェウスをデュエルの背部に装備させた機体である。ヘリオポリスで入手した IWSP の不完全なデータを参考に空戦能力に加えて武装の追加も施された仕様になっている。その構造は AMF101 リンの両翼から頭部のエアロシェルまでをそのままバックパックにした形状をしており、高機動形態としての機能も有している。武装はビーム砲を2機、レールガン ZGMF515 シグディープアームズが装備していたレーザー銃管筒を2機装備している。G 兵器開発計画によって設計開発が行われたデュエルガンダムはストライクやバスター、その後に続くモビルスーツ軍の礎を築いた機体となり、ザフトのエースパイロットイザーク・ジュールとの融合によってさまざまな戦場を戦い抜き、第2次ヤキンドゥエ攻防戦では GATX252 フォビドゥン GATX370 レーダーを撃破するという活躍を見せている。以上、デュエルガンダムの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。